ご視聴いただきありがとうございます。狩猟とクレイ射撃を楽しんでいる藤見です。今回の動画は鹿の狩猟2本立てになります。鹿の習性を踏まえつつ撃つチャンスを狙った動画になります。どうやって鹿の習性を生かしたのか、鹿はどうやって取ったのか、参考になれば幸いです。それではどうぞ。鹿を2頭見つけました。今回はかなり近くに来るまで気づきませんでした。鉄砲を構える動きをしたせいで少し警戒されてしまいました。じっと動かずにして鹿が気のせいかなと思ってくれることを祈ります。鹿の個性によっては不審に思って逃げたりするので、ここは運次第ですね。分かっていてもですね、鹿を見つけてしまうとアドレナリンが出てついつい私は動いてしまいます。どこに鹿がいるか分かりますかね。ここにこんな感じで止まっています。動き出しました。なんとか気のせいだと思ってもらえたようです。映ってないんですが、鹿が逃げていきました。痛恨のミスショットです。2頭いた鹿はそれぞれ反対方向に逃げました。鹿は先頭を歩くリーダーに付き添う習性があります。反対側に逃げた鹿はリーダーがいる側に戻るというふうに予想して撃つチャンスを待つことにしました。予想的中。鹿が戻ってきました。遠い上に走られていたのですけども、これがラストチャンスだと思って撃つことにしました。一応この後万が一弾が当たっていた場合を考えて鹿の足跡を追ったのですが、血の跡はなく当たっている形跡はありませんでした。人目きれないことを半夜というふうに言いますが、半夜は動物を苦しめてしまうため、半夜じゃなくてよかったなっていうふうに思うことにしました。近距離で外してしまった理由なんですけども、私はスコープなしで散弾銃を使っています。私の場合、狙いの見え方はこんな感じに見えます。上に小さく凸に見えるのが銃の先の小勢と言います。王に見えるのが手前の小門です。これを組み合わせて狙うんですけれども、実際に鹿を狙うときはこのように見えます。ちなみになんですけど、スコープなしなので本当はもっとこれ鹿が小さく見えます。私は鹿を苦しませない、美味しくいただく、これを目的に首を狙うことにしています。この時の外した理由は、撃つ寸前で鹿が首を下げてしまったんですね。鹿が頭を下げたことに気づかず、そのまま撃ってしまったため外してしまいました。続いて2本目の初めて鹿を撃った動画です。鹿を探して山を歩いており、少し休憩していた時でした。自分が動かなければ鹿は気づきにくい、そう学んだ瞬間ですね。この時頭につけてたウェアラブルカメラがずれていてうまく撮れなかったんですけれども、3頭いました。初めての鹿でアドレナリンが出まくりましたね。全く私に気づかず、私の方向で一直線に近づいてきたんです。まさにビギナーズラックと言えるでしょう。鹿と目が合った瞬間です。後ろの2頭が逃げていきます。
1頭が足を止めました。最後のチャンスです。結局のところですね、最初の1頭のみに当たりました。ここから先はとどめの刺しをします。今回ですね、ウェアラブルカメラがずれていたので血などはほとんど映っていません。ちょっとここ映像じゃ分かりづらいんですが、結構な急斜面だったのでとどめの準備に手間取りました。人生初の鹿のとどめ、かなり緊張しましたね。ちなみに当たったところは狙い目通りの首です。あれだけ近ければ当たりやすいです。私は撃つ狙い目は首、とどめは動脈を刺すように心がけています。心臓がポンプのように血を出してくれるため、美味しい肉ができます。首の付け根に鹿の大動脈があるため、ナイフで刺す位置をしっかりと確かめます。事切れたためか力が抜けてだらーんとしましたね。人生初めて取った鹿、この高揚感、充実感は狩猟ならではです。狩猟の世界、大変魅力がありますので、少しでも興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。動画が良かったよという方はぜひチャンネル登録していただけると励みになります。先ほどの鹿はこんな形でソーセージに仕上げました。鹿肉ソーセージ大変美味しいですよ。打って取って食べる狩猟の醍醐味ですね。今年の猟期はそういった動画も出していきたいと思います。それでは皆さん、